世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストとして掲げております。はい、高と申します。今回は作中の最強候補の一人として制作しているこちらのボスキャラに関して喋っていこうと思います。うちのゲームはプレイングに非常に重きを置いておりまして、見るのとやるのでは面白さも難易度も段違いという感じのゲームに仕上がっておりますので、プレイ予定の方もね見てもらって大丈夫な内容になってるかと思います。あとそれつながりで言うとね、今後体験版とか製品版順次出していくんですけど、実況動画や配信でのプレイ大歓迎でございます。もちろんね収益化もしていただいて OK なので何卒よろしくお願いします。ということで前置きはこの辺にして早速本題に入っていきましょう。開発名称はクリムゾンナイト。こいつの特徴としてはやはり武器が変形するっていうところが一つ挙げられるかと思います。両馬剣が分離して双剣になるっていう感じですね。この武器変形実はね実装するのにとても苦労しておりまして、裏でいろんな嘘をつきながらゲーム内で表現をしております。種明かしをしてしまうと実はこんな感じになってます。背中の方を見てもらえますか。両馬剣と双剣2つの武器を両方とも装備してるんですね。ただ基本的にこの背中に背負っている状態、つまり納刀している時の武器っていうのは非表示にしております。ビジビリティっていうねフラグが存在するんですけど、このフラグをフォルスにしてあげることによってその武器のモデルをね存在はしてるんだけどゲーム中は表示しませんよっていう風な状態にすることができます。これを利用してですね、例えばこの変形攻撃見てみましょうか。両馬剣を体の側面でねくるくると回した後にジャキーンと双剣に分離するっていう技なんですが、このジャキるところですね、このフレームで火花のエフェクトを出したり変形の金属音鳴らしたりしながら、その裏でさっきのビジビリティ可視性を切り替えるという処理を大急ぎで行っております。両馬剣隠せ隠せ、双剣表示しろ表示しろといったイメージですかね。つまり一つの武器モデルを切断して別の武器にしているわけではなく、2つ武器モデルを用意しておいてそれぞれ可視性を切り替えることによって武器の変形を疑似的に実現しているという内容でございました。こいつとの戦闘中はね小気味良いジャキーンっていうね変形音を鳴らしながら双剣と両馬剣を入れ替えてくるっていうことがたくさんね起こると思うんですが、そのたんびにね裏では隠せ隠せ表示しろ表示しろという処理がね大急ぎで行われているということをちょっとね脳裏に留めておきながら存分にねクリムゾンナイトの死闘を楽しんでみてください。では次です。クリムゾンナイトの大技シグネチャームーブを一つ見ていきましょう。双剣モード時の技ですね。さすが作中最強候補といったところでしょうか。もうやりたい放題の技をぶっ放してくれています。この技に対してねどう対処していくかっていうのは実際に皆さんがプレイしながら考えていってくださいっていう感じなんですが、今回はこの技の空中での移動量に関してねちょっと喋っていきたいと思います。何かのモーションで移動が行われるとき、基本的にルートモーションといったもので制御が行われます。ルートモーションの対義語としてねインプレイスモーションっていうのがあるんですけど、この2つをちょっと並べて見てみましょう。左がルートモーション、右がインプレイスモーションです。ルートモーションは技の中で行った移動っていうのがそのままゲーム内に適用されています。反対にインプレイスモーションは技の中で行った移動量っていうのが全部無視されてゼロになってしまっていますね。これ見た時にインプレイスモーションってどこで使うのって思う人が結構たくさんいると思うんですけど、例えば納刀とか抜刀っていうのはインプレイスモーションで行ってますね。こんな感じで歩きながらとか走りながら、あるいは停止しながらでも納刀抜刀が行えますので、キャラクターの下半身ではね移動モーションっていうのを再生しつつ、上半身の方でインプレイスの納刀抜刀モーションを再生しているといったことを行っています。今回のような空中で大きく移動量のあるタイプの技を作るときももちろんルートモーションで制御を行っていきたいんですけど、ここで一つ大きな問題があります。アンリアルエンジンのデフォルトだとルートモーションで上下の移動っていうことを制御するのが不可能なんですよね。この問題をモーションの修正だけで改善するとしたら、ルートの上下移動っていうのをペルビス、腰骨の上下移動で補っていくといった結構な力技が必要になってきます。ルートっていうのはそもそもキャラクターのボーン構造の一番上にある親となる骨のことを指します。そしてペルビス、腰骨っていうのはそのルートの1個下の階層に紐付けられていることが多いボーンの名称なんですが、こういった上下移動のたくさんあるモーションを作るとき、モーションデザイナーの方の中でもルートを動かしてモーションを作るか、それともペルビスを動かしてモーションを作るか、2つの派閥が存在しているようです。今回の大技に関して言うと、2人の異なるモーションデザイナーさんのモーションをキメラ的に合成して一つの技とさせてもらっているので、ここに差異がありました。ルートを動かす派の人とペルビスを動かす派の人、2つを組み合わせる必要があったわけですね。今回は上下移動に関してはペルビスで行うというふうに統合させてもらったんですが、例えばスマブラみたいにね空中ジャンプとかがあってバリバリ空中戦を行いますっていうタイプのゲームの時は上下移動もねルートでできるようにした方が
がいいと思います。基本的にうちのゲームでは地上に張り付いて戦うのが多いので、空中でバリバリ動く技っていう方を逆に例外処理として実装させてもらってます。ゲームの特徴に合わせてね、普通とは違うような実装方法もやっていった方がめちゃくちゃ時短につながることもあるよというお話でございました。ということで今週はここまでとなります。こちらのゲームですね、体験版と製品版順次控えております。まだの方はぜひね、ウィッシュリストに登録していただいて、まずは無料で遊べる体験版をお待ちいただければと思います。では今回ここまでとなります。また来週もよろしくお願いします。